はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。では早速いきます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ10の逆、カップのページですね。そして忍者の逆とペンタクスの7、ワンド8の逆、そしてお月さんと、ペンタクスキング、気をつけることや対策はペンタクスの9と、はい、恋人たちの逆ですね。オラクルは、はい、ペンタクスのエースです。逆位置ですがエースです。ちょうどね、このちょっと星の話を先にさせていただきますが、7月21日が満月なんですよね。でこの満月を過ぎてすぐに7月22日からお誕生日をね迎える方も出てくると思います。おめでとうございます。やはり誕生日からっていうかね、誕生日まだ8月ですっていう方もやはり7月の22日以降自分自身に光が当たってくるっていうのかな、獅子座の皆さんに太陽の光がぐんぐんと当てられて吸収されていって、自分自身の本当の力を出してくる、本当の力に気づいていく、本当の力が見えてくるみたいな、そんな流れだと思っておいてください。そして一般的な話ですけれども、お誕生日の前っていうのはなんだかちょっとモヤモヤしたり、ちょっと体調が悪くなったり、いろんなことを感じやすい時なんですけれども、ちょうどなので7月の21とかね22日あたり、7月の後半っていうのはいい切り替えの時だと思っておいてください。でそれを踏まえた上でちょっとカードを読んでいくんですが、なんだかね幸せなことはたくさんあるんだけど、その幸せを本当に楽しいとか本当に嬉しいっていう風に感じる余裕があんまりなかったって感じがします。それは日常生活が忙しかったのか、やることがたくさんあるのか、調整しなければいけないことを考えなければいけないことがたくさんあったがゆえに、実際はすごく恵まれてるしいい状況に変化してるんだけれども、それを感じる余裕がなかったのかなって感じがします。でも感じる余裕があるなしにかかわらず、運勢としてはやはりいい形でね、獅子座の皆さんを応援してるし鍛えてくれてるなって感じはしますね。そしてそうね、過去のところでやはり忍者っていうものが出てるので、本当にこれでいいのかなとか、この道で合ってるのかなとか、このまま進んで大丈夫みたいな、そういった思いっていうものが自分の中にあり、だからこそこの道で大丈夫なんだ、この道が正しいんだっていうような理由や評価や何か確信っていうものが欲しくて、どんどん内側に入っていったって感じがしますね。考えすぎるっていうこともあるかもしれないし、慎重になりすぎたってこともあるかもしれないし、自分が何を言うか何をどう行動するかっていうことを慎重になりすぎたのかなって感じもします。でもすごくどの道行ったところで今獅子座さんが歩く道のところに可能性ができるって感じがするんですね。こっちが可能性があるからそっちに行こうではなくて、獅子座の皆さんがじゃあこっちって言ったらそっちの方に光が出てくるみたいな、もののけ姫に出てくる氏神様が歩いたところに草が生えてくるみたいな、そんな感じです。そんな感じがあります。そして今もね、もうようやく今まだこの動画をご覧になってる皆さんはまだちょっとモヤモヤしてますとかいろいろあるかもしれないけれど、でももうね晴れてきます。実際7月の頭もいろんないい意味での清掃があったし、中旬過ぎてからっていうのももうどんどんその全体的に明るくなったところから今度個人的な吸収ということでどんどん自分自身に力がついてくるんですけれども、ただね現状のところでペンタクスの7が出ていて、このペンタクスの7ってすごくなんか想像力をかきたてられるカードなんですけどね、私からすると。どうですかこのカード。後ろに太陽が昇っていて、すごくなんか
これからの可能性っていうものをすごく見ている。そしてさらにこの人は妊婦さんなんですね。なので自分の中から可能性が生まれようとしているにもかかわらず、自分は何かの用事をさせられているとか、なんかどうでもいいことをさせられているとか、なんか誰かの死骸かのようなものを掃除させられているみたいな感じで、面白くないとかね、自分自身には全然光ってるように見えていないっていうカードなんですね。だから現実はしっかりこなしてるし、後ろから出てきてる太陽も恩恵とか運勢とか、まさに自分から何かが生まれようとしてるいい流れの中にいるんだけれども、全然それを自分でいいと感じていないみたいな感じです。いつまでこれは続くんだろうとか、いつになったらこの状況って変わるんだろうとか、もしくは可能性はあるけど実際にこの可能性を生んでいいのかみたいな、この可能性を現実化していいのか、やっていけるのかみたいな、そんな感じで全然こう喜びというよりは現実のなんかどうにもなんとも言い難い感情を感じているって感じがするんですね。そしてただねそのように感じているのは自分の、思考だけなんです。現実は恵まれた状況の中で生かされているし、実際に楽しいこともたくさんある。それをただ感じる余裕がなかったり、自分がいろいろ考えたり、要するに自分の思考が自分自身を納得させるための思考をしていないっていうことなんですね。わかりますか？現実はこういう全てがあるんですけれども、自分の思考が今これが満たされているとか、今こんなに幸せだって納得するだけの思考に今なっていないというだけで、現実はちゃんと収まってます。なのでもし考えすぎてるなと思ったら、ぜひね、朝日を見たり夕日を見たり自然に触れてみてください。自分たちの思考ではどうにもならない大きな流れっていうものが自分たちを守ってるっていうことを感じてみてください。そしてここからの流れいきなり動き出します。ワンドの8の逆があって、さっき言ったその思考が自分を苦しめているっていう感覚からなんかピンとくるみたいなそうか、この流れで大丈夫なんだみたいな思いとか、何か流れが急に速くなります。でこれは獅子座の皆さんが納得していようと、納得していまいと関係なく状況は動き出すって感じがあるんですね。でこれとてもいい流れです。7月の後半22日以降っていうのは、自分自身の力を思い出す、本来の自分の力を思い出すっていうのはとてもいいことなので、そうだそうだ、私ってこれができるじゃないかとか、ここまでやってきたじゃないかとか、自分のいいとこをたくさん思い出して、もしくは書き出してやってください、ここまでやってこれたじゃないかみたいなね。その上で今の自分ができることっていうものをなんか今の自分ができることを促されるみたいな感じがあります、流れ的に。だから状況が急にね動き出します、いろんな形で。でその状況が急に動き出すことに対してまた若干の不安を感じたり、本当に大丈夫みたいな思いもあるかもしれないんですけど、今こう感じる不安っていうのは本当にどうしよう大丈夫っていうような不安ではなくて、期待もその中に含まれてますよねっていうことに気がついてください。なんかやっぱり人って初めてのこととか未経験のことってどうしてもドキドキするし心配するのは当然のことなんですけど、それって期待とかなんかちょっとエキサイティングな感じが含まれているドキドキなので、決して本当に思い悩む感じじゃないんです。ちょっとした見えない不安っていうのはあるけれども、それ以上になんかいいかもしれないっていうようなこう感覚っていうのもあると思うんで、そっちもね感じてみてほしいんですね。でその後ここでもうペンタクスのキングということで、これで大丈夫だ、これで頑張っていくみたいな、自分のその強みとか良さっていうものをきちんとそれを表現できる何かだったり活かせる状況っていうものがあるし来るっていう感じがしますね。いいです。そしてこの2週間後半の2週間で言われてることっていうのも、ぜひね自分が手にできるチャンスっていうものを手にしてくださいって言われてる気がします。自分の本来の力を思い出してです。なんか遠慮したりとか自分はまだまだだみたいな思ってるとなかなかつかみきれないんですけれども、不安を解消しようとするよりも今流れてきてるこの流れに乗るっていう感じ。そして自分ではやり方がわからないとか本当にこれでいいのかなみたいな、これも未経験だからこそわからないことなんですけど、迷ったりすることがあったとしても、でもなんか見てください、この幸せそうなカード。
これペンタクスの9なんですけど、チャンスが来るよって、自分自身をもっと自分にふさわしい状況に持っていくためのチャンスが来るよっていうふうに言われています。でなんかお花をいっぱい咲いてるしね、なんかまるで本当に祝福されて自分があるべき姿に帰っていくみたいな感じがあるので、おそらく本当にこれはいい流れの始まりだと思います。これはお仕事として頑張りた人は仕事になるし、自分自身という自分の生き方とかね、あり方っていうものをもっと認識したいという方にとっては、私って素晴らしいじゃないかって思うような感覚になれるかもしれないし、その誇りに思う、自分自身の存在を誇りに思うみたいな、そんな流れがやってきます。でいや私まだまだそんな誇りに思うなんて程遠いですっていう方も、誇りに思える出来事を経験できそうな流れが来るってことなので、それを意識して過ごしていただくと、納得いかないこととかまだ未解決のこととか不安なことがあったとしても、それはそれっていう形で自分自身を見失わずにやっていける気がします。ちょっとそれを踏まえた上でね、お仕事のことを見させてください。仕事、死神ペンタクス3ソードの2ということで、お仕事に関しては一つの何か区切りがありそうですね。これまでやっていたことの何か一つを終えるとか卒業するとか、でもそれってなんか強制終了というよりは、昔の自分はそれでよかったけれども、もう新しい自分っていうものはもっと違う、何か新しい自分にふさわしいものをふさわしいものを取り入れようみたいな感覚で昔のものを終えていくっていう感じがします。やり方だったり何か一つをね。そしてこの終了っていうのは祝福に値するっていう感じがします。なんか無理やり剥ぎ取られるとかそんなんじゃなくて、うわ終えられたみたいな、なんかうわ卒業だみたいな、そんな感じです。でそれを理解してくれる人や祝福してくれる人やなんか応援してくれる人っていうとの関係性っていうのもあり、すごく守られてる感じがしますね。ただご自身は自分自身の状況をあまり崩したくないっていうような感じがあり、あまりなんか何かを犠牲にしてこれに突っ走っていきますみたいな感じではなく、ちょっとあまり揺れたくないっていうのかな、状況を荒らしたくないっていう感じがあって、静かにしたいみたいなね感じがありますね。穏やかに静かにできるだけ最小限で生きたいって感じがあります。だからですので、何かを終えるんだけれどもそれによって大きく生活が変わるとかそういうのはできるだけしたくない、現状維持で生きたいって感じがありますね。バランスを取ろうとしてます。とても周りとの環境を。いいんじゃないですかヒントとしてはね、やっぱりここでソードのキングが出てきてるので、まあ正直にいきましょうって感じかな。誰かの目を気にしたりとか、見て見ぬふりするとかではなく、自分の中の正義に従って正直にいきましょうって感じがする。まっすぐを向いてね、まっすぐ自分自身に向き合って社会に向き合ってやっていきましょうっていう感じかな。それが一番いい気がします。その上で終わらせるものがあれば終わらせる。そしてそれに対して調整してくれる人、応援してくれる人ちゃんといますよって感じがします。それと人間関係を見てみます。カップのキング、カップ9、フールということで、いいですね。人間関係とても満たされていますね。ご自身はなんだか自分自身の成長が行われる時なので、そのことで精一杯で他者との関係との喜びっていうものを感じる余裕がないのかなって感じがしますが、でもちょっと目を向ければとか、ちょっと気をつけて見てみたら、ものすごく他者から愛情を受け取ってませんかみたいな、他者からの優しさや愛情っていうのが届いてますよって感じがします。獅子座の皆さんのところに。なので受け取りたかったらいつでも受け取ってくださいっていう感じ、とってもいいです。想像以上に想定していた以上に他者からの優しさを感じたり、自分が受け入れられているんだとか、自分って間違ってなかったんだとか、そういう喜びですね。安心感
こう誰かに責められて怖いとか、誰かに責められるんじゃないかっていうその危機感みたいな防衛っていうものではなく、逆に誰かとの関係の中で流れてる温かい感覚や喜びっていうものがすごくあります。すごくある。なのでこれは今年のねテーマでもある人と関わるっていうことや人との関係性において大きな変化がある年ですから、その関係の中で自分が得てきたことを経験したことをもって本当の自分の強さっていうものを自覚し、ああ私って本当に私でよかったみたいなことを感じたり、今の自分だからこそつながれる人との感情的シェアがあったりして、何か超えられますね。これはね、お仕事でも一つ超えられるって出てるし、人間関係でも今まで気にしてたこと本当に気にしなくなるみたいな、もういいです、それはもう結構ですみたいなね、全然そのこと心配してない感じがあるんです。そんなこともあったかなぐらいの感じで、全然もう問題だと思ってない感じがあり、ご自身はもっと喜びの方にシフトしていってるっていう感じがあるので、人間関係一つクリアですね。これはねいいですね。なんか全体的にやっぱり誕生月あって、7月後半から8月ってねいい時ですよね。まあ多少言うならば迷いとかどうなのかなって思いはあったとしても、その最初に言った何かしらの自分の誇りに思える経験ができそうな時っていう感じがします。はい、ちょっとそれを踏まえた上でね、もう一枚最後オラクルカードだけ引かせてください。いいね、やっとなんか力が蘇ってきたって感じですね。はい、どうですか、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてください。フリーダムということでね、Moving on, letting go、 いいですね。なんかこう白い鳩がね鳥かごから飛んでいくように、なんか動き出すねっていうか、自由に羽ばたいていくんだねみたいな、ね、ちょうどこの人間関係のモヤモヤっていうのももう完全に払拭される感じがありますし、仕事でもこだわっていたことをやめるんだなっていう感じもあって、新しい価値を見出してご自身を生きていくんだなって感じがしました。素晴らしい。はい、ということでありがとうございました。もし何かしらね良かったですとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやコメントやチャンネル登録で教えていただけると嬉しいです。次回また7月末までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ豊かな誇りに思える経験を体験してみてください。ありがとうございました。失礼します。